皆さんこんにちは。ノリスケオートワークスです。今日はですね、私が最近リリースしたノリスケオートワークスのグリス、こちらを紹介していきたいと思います。どういう使い道があるかとかわからない方もいらっしゃると思うので、実際にこういう風に使っていくんだよっていうのを少し紹介できればいいかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではこちらのグリスなんですけども、青のタイプとこちらの赤のタイプ、この2種類をリリースしました。蓋の色と一緒でグリスも青、こちらの方はグリスも赤となっております。こちらのグリスなんですけども、一応両方高粘土タイプになってます。添加剤が若干少し変えてあって、こっちの赤い方が高粘土で定着性はいいんだけど、少しフリクションが青に比べると少ないというタイプ。青の方はすごく定着性を重視した性能になっていて、高速で回転するものに塗ると比較的飛びにくいグリスなんですけど、最悪飛んだとしても物の表面に油膜が定着して残っているようなものになってます。なので私の場合はこの青い方をデフのリングギアに、こちらの赤い方をリア周りのベアリングの中に圧入していきたいなというふうに思ってます。それでは行ってみましょう。はい、デフが抽出されました。これもきれいにしていきましょう。これ私はギアデフを使っているんですけども、皆さんこうやって掃除するときにはこのガタがないかとかネジの緩みがないかとかデフの重さとか、そういう基本的なところはチェックしていきましょう。このギアボックスの中の古いグリスはこういうマイナスドライバーとかを使ってきれいにしてあげると非常に取りやすいです。グリスを使うときは多分どこのメーカーさんもそうだと思うんですけども、古いグリスは確実にきれいにしてから塗りましょう。結構知らない方が多いんですけど、これとこれを混ぜちゃいけないっていうグリスの種類がやっぱりあって、最悪分解して性能を発揮できなかったりすることがあるんで、どんなにいいグリスでも分解しちゃうと性能を発揮できませんので、ちゃんと前のグリスをきれいに拭き取ってから変な反応を起こさないようにして使いましょう。はい、ようやくギアボックスの中がきれいになりました。本当はね、これを取り外して、この GRK の場合は前にもベアリングがあるんですけども、今日はちょっとギア周りだけにしてレフの左右についているベアリング、ナックルの中にあるベアリングが2個あるので、この2個合計6個のベアリングをグリス圧入していきます。こちらのナックルもパーツクリーナーで拭いたらこんなに汚いですね。見てください、これこんなに真っ黒。皆さんこれ悪い見本なんで真似しないでくださいね。ちゃんとこういう部品もきれいな状態で使ってください。このゴミがベアリングに入ってベアリングの精度を低下させるということもあります。ちょっと今回はちゃんときれいにしようと思ったんで、この針を使ってベアリングを分解していきます。これは100均で買ったもので、100円でなんと50本も入ってます。こんなにいらねえ。これでベアリングのシールをばらしていきます。汚すぎてどこにシーリングの角があるのかは全く分かんないんで、一回予備洗浄しましょう。シーリングが取れてきましたけども、これ曲げちゃうともうベアリングが復活できないんで、超丁寧に剥がしてやりましょう。裏側も取ってきます。シーリングは外すときにピーンって飛んじゃうことがあるんで、それだけ気をつけてください。シールドを取っていきます。これも裏表があるので気をつけてください。このベアリングの場合、山なりになってる方が上、谷になってる方が下になります。このベアリングの場合は
この向きで山なりです。こういう感じになってます。玉まで丸見えですね。さあこいつを洗浄していきましょう。こちら ABC ホビーさんのベアリングを洗浄する器具、これはすごく便利なのでこれを使っていきます。パーツはこのように4つに分かれていて、ここにベアリングをはめていきます。まあこんな感じ。こっちは内径がちっちゃいベアリング用で、こっち側がちょっと大きいベアリングですね。こういう風にはめていきます。この注射器のケツみたいなやつがあるんですけども、ここに差し込んでこのように置いて、上からこの蓋を閉めていきます。この上の部分にパーツクリーナーの頭を取ったやつ、これを差し込んで洗浄していきます。押すとパーツクリーナーが下に流れて汚れが下から出てくるっていう風になってます。3回ぐらい。ベアリングは一応逆さにしてもう一回やっていきましょう。ベアリングの周りがまだちょっと良くないので、どうしようかな。もう一回ぐらい洗浄していきましょうか。これ全部で6個ベアリングを洗浄していきます。洗浄が終わったらベアリングの中にグリスを入れていくんですけど、この ABC さんのやつはすごい実は圧入できるようになっていて、また同じようにベアリングを入れて、このように乗せてこれをセットして、さっき登場しなかったこの注射器のケツみたいなやつ、これを差し込んで、これ実はバラせるんですよね。結構きついんだけど。でここにグリスを入れていきます。そしてこのピストンでグリスを入れた状態でこいつをギューッと押すとグリスが入るという風な仕組みになっております。ただまあね、グリスの圧入に使ってしまうとここら辺が全部グリスだらけになっちゃって洗浄に使えないんで、洗浄が全部終わった段階でやるんだったらいいけど、圧入した後にまた洗浄したいとかそういう場合はこれを使ってしまうとここがグリスまみれになっちゃうんで、こいつも洗浄しなきゃいけなくなります。そこは注意してください。なのでせっかくなんですが使おうと思ったんだけども、今回やめて今日はマイナスドライバーを使ってグリスを入れていきたいと思います。そんなにたくさんはいらないですからね。まあって言いながら俺がちょっと多いかもしれないですね。ちょっとつけすぎたぐらいかな。でもたくさん入ってた方がシール性も高くなるんで、保護という意味ではある程度入ってた方がいいかもしれないですね。特にラジコンのリア駆動、肉のドリフトの場合なんかはリアをモーターで駆動しますんで、フロントほどそんなに抵抗は気にならないというか、むしろまあある程度抵抗があった方が実は乗りやすかったりすることもあるんで、ちゃんと向き、山谷を確認してつけていきましょう。こいつちょっと機嫌悪いとピーンって飛ぶんで気をつけてつけてください。こいつを入れるときはこっち側から左側を軽く引っ掛けて円周状に押していくとはまります。すごい。すごいですよこれ。ほら
ほらほら。ほら、すんごい。ようやくベアリングが全て洗浄が終わって全部グリスを入れ終わりました。もうナックルに入れたんですけどね。だいぶ気持ちのいいフィーリングになりましたよ、これ。綺麗めなベアリングにたっぷりグリス入れて。まあここリアなんで汚れることもあるんで、シール性も重視してちょっと多めに今回はグリスを入れてます。次、このユニバーサルジョイント、ここの修道部とここカップに入るとこ、ここもグリスアップしていこうと思います。こちら修道部なんで、こちらの青い定着性の良い方、高回転で回っても大丈夫な方ですね。なるべく飛散しないようにこちらの青を使っていきたいと思います。このピン、今丸いと思うんですけど、ここをグリス塗らないと多分こうどんどん楕円形になってきちゃうんで、楕円形になってる方はとりあえず新ピンに変えてここにグリスを塗ってみてください。ヨコモとかレイブ D とかここに白いプラスチックのガードがついていて、このピンが摩耗しないようになってるんですけど、 GRK の場合はピンがむき出しなんでデフのカップのところに入るわけですけども、まあこんな感じで摩耗して減ってこいつが D シェイプになってしまうんで、ここのところはグリス塗って摩耗しないように保護してあげてください。これは結構塗ると塗らないで大きく違うんで、はい、よろしくお願いします。なかなか汚い。いつもここの部分は結構摩耗するんですよね。ちょうどこういう風に入るんですけども、ベアリングが接するところ、ここが摩耗します。グリスアップしていくとここの段差がつかないぐらいにはなるので、ここに段差がついちゃうぐらい摩耗してたら交換してください。ちゃんと洗浄したらパーツクリーナーを乾かしてくださいね。じゃないとパーツクリーナーがあるところにグリスアップしてもしょうがないんで、青グリスを塗っていきます。先端の丸いとこもヌルヌルにしていきましょう。すごいスルスルになりましたよ。すんごい。私の場合ここに収縮チューブを巻いてピンが絶対に抜けないようにしています。これね、何度か抜けたことあるんで、一応ネジロックされてるんで基本的には抜けないんですけど、イレギュラーでネジが緩んで抜ける時があるので、こういう風にしておくと安全かなと思います。これで2本できました。これをまた車に組み付けていきましょう。はい、組み終わりました。いいっすね、これいいわ。こんな感じにぬる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 、ほらほら。ということで2つ組み終わりましたんで、こちらを両方車両に組んでいきます。車に組み終わりました。続いてそのままデフをやっていきましょう。デフに使うシムを1回洗ってください。このシムの間に汚れがついちゃうと、これを組んだ時に間にゴミを噛んだりっていうこともありえなくはないので、きれいにしておくことに越したことはないですね。ここポイントなんですけども、柴田のこの 1mm スペーサーがあるんですけど、これは必ずベアリング側に組んでください。なんでか、なんでそうなるかを説明しておくと、こういう風になるわけで、これだと外輪にベアリングが当たんないからベアリングがきれいに回りますよね。ところがシムがベアリング側に来ちゃうと外輪まで当たってしまってうまく回らないと、ベアリングの動きを阻害しちゃうことがあるので、必ず一番ベアリングに近い側はちっちゃい系の外径がちっちゃいタイプのシムを使うか、この柴田の 1mm のリングを使って組んであげるとベアリングの動きを阻害しません。これポイントです。組み終わったんでリングギアと車体側のベベルにグリスを塗っていきましょう。
これも回転物なんで飛びにくい粘着性のいい青い方を塗っていきます。これ一応塗って回すとベベルのギアが刺さって、ギアの底に入るんですけども、今回一応押し付けるように中になるべくグリスを入れて塗っていきます。相手方のベベルギアにも軽く塗っておきましょう。軽くでいいですね。この隙間にも一応塗っておきます。ユニバ側に塗るんで基本的には大丈夫だと思うんですけども、このユニバーサルの先端にも一応塗っておきます。ここ結構摩耗するんですよね。しっかり塗っておきましょう。はい、組み終わりました。バックラッシュは特に変えてないんで、横はキツキツ、縦が少しカクって動くくらい、スパを止めた状態で少しカクって動くぐらいで一周確認してください。バックラッシュちゃんと見てくださいね。これがちょっと大きかったりすると、あときつかったりするとリングギアがガーって削れてなくなっちゃうんで、皆さん気をつけてください。とりあえずケースを戻していきます。組み終わりました。この後ちょっと車を一回タイヤつけて試走しようかなというふうに思ってます。試走動画を撮影したはずがファイルがぶっ壊れて使えなくなっちゃいました。すいません。赤グリースを注入したばかりのベアリングは最初馴染むまでは少し重い感じがするものの、馴染んでしまえば軽快に走ってくれます。シール性が良いグリスなのでベアリング自体がとっても長持ちです。青グリスを塗ったデフのリングギアはギアが摩耗する速度がすごく遅くなったし、ユニバのピンは全然摩耗しなくなったので最近は交換していません。バックラッシュやガタなどの組み付け精度、車の使用、走行頻度にもよるので保証はできないですけど、今までより各部品の長寿命化は期待できると思います。現在 Amazon で販売してますのでリンクを概要欄に貼っておきます。興味がある方はぜひ購入いただけると幸いです。本日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。